この動画ではアカウント管理アプリの使い方について説明します。この動画では次の4点について説明します。まず、アカウント管理アプリを使う理由を説明し、次にアカウント管理アプリの一般的な仕組みを解説します。さらに便利な使い方として、アカウント管理アプリをクラウド経由で使う方法について説明し、最後に具体的なアカウント管理アプリをご紹介します。まず、アカウント管理アプリを使う理由を説明します。アカウントとは、ウェブサービスなどを利用する際に、本人を特定する ID とパスワードの組み合わせのことです。最近では、この ID にはメルアドが使われることが多いです。アカウントが増えると、組み合わせがわからなくなってきますが、だからといってパスワードを使い回したり、アカウントの情報を紙に書いて保存するのはとても危険です。ここで役立つのがアカウント管理に特化したアカウント管理アプリです。アカウント管理アプリを使うときの基本的な姿勢として、個々のアカウントのパスワードは覚えないというのが基本になります。一体これはどういうことでしょうか。一般的なアカウント管理アプリの仕組みについて説明します。アカウント管理アプリを起動するときに入力するパスワード、これをマスターパスワードと言います。マスターパスワードでアカウント管理アプリに入ると、その中に入っているさまざまなメールアドレスとパスワードの組み合わせ、すなわちアカウント情報にアクセスすることができます。一旦アカウント情報にアクセスできさえすれば、ID やパスワードはコピー&ペーストすればいいのですから、それぞれのアカウント情報の ID とパスワードを覚える必要はないのです。覚えておくべきは、アカウント管理アプリを開くときのマスターパスワードのみ。これがアカウント管理アプリの基本的な考え方になります。マスターパスワードによってアクセスすることができるこのアカウント情報。このアカウント情報をクラウドストレージなどに置いておくと、とても便利に使うことができます。パソコンのアカウント管理アプリからはもちろんのこと、スマートフォンのアカウント管理アプリからもこのアカウント情報にアクセスすることができるのです。アカウント情報がクラウド上で共有されていますので、何か変更があった場合は即座にパソコン、スマートフォン、それぞれのアカウント管理アプリに変更が反映されます。最後にアカウント管理アプリを紹介します。ここに挙げた3つは Windows と Mac 両方に対応しています。OnePassword、DashLane、LastPass です。お金を払うことにちょっと抵抗のある人がいるかもしれませんが、アカウント情報が皆さんの重要な個人情報であることを考えると、わずかな投資であると言えるのではないでしょうか。OnePassword はこの3つの中でも最もお値段が張るものですけれども、私はこれをずっと使っておりまして、一番お勧めしております。ダッシュレーンはOnePasswordよりちょっと安いです。無料版で現在のところ50個までアカウント情報が保存できます。ラストパスは無料版でもまあそこそこ使えるという印象ですが、基本的にはこれもお金を払って使うサービスです。また、キーチェーンというサービスがあります。これは Apple ID を持っている人、すなわち iPhone、iPad、Mac 間のアカウント情報を共有することができるサービスです。アカウント管理アプリはいろいろあるんですけれども、使うコツとしましては、パスワードを自動生成させるというのがあります。マスターパスワードに加えて、指紋や顔認証といったバイオメトリクス認証を組み合わせることで、アカウント管理アプリのセキュリティを高めることもできます。最後に、アカウント管理アプリを使いこなす上で最も重要なコツはこれです。こまめに登録する癖をつけるということです。新しいサービスを使うときに、アカウント管理アプリを起動し、ID とパスワードを少し面倒ですけれども、いちいち登録する。そういう習慣をつけることで、パスワードを使い回したりするというセキュリティの低下を防ぐことができます。ぜひ、アカウント管理アプリを使いこなしてください。